はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、9 years ハルシオン、世界初、最新のメムスドライバーをドライブリッド構成で搭載した注目のモデルです。ハルシオンってなんだっけ？ギリシャ神話のカワセミ由来で、穏やか、平和といった幸せな時間を意味する言葉なんだよ。ぐっすり眠れる、あのお薬の名前かと思ってた。それは綴りが違うハルシオンだね。こっちは最高な音を鳴らして耳を幸せにしてくれる方だよ。そっかー、寝てる場合じゃないね。耳かっぽじって一応漏らさず聞かなくちゃ。では、ハルシオンの大きな特徴を3つ。1つ目は、世界初のメムスダイナミック BA によるドライブリッド構成。2つ目は、スタジオモニターのような正確な中高域と 8dB の深い低域ブーストの両立。3つ目は、精密な CNC 加工を施したアルミ筐体と強振を抑える内部音響構造だね。価格は約4万円。ミドルクラスの激戦区に最新技術をこれでもかと凝縮しています。ところでメムスって最近ワイヤレスモデルで聞いたよね。鋭い。でも実は有線モデルで鳴らすのは技術的にすごく難しいらしいの。本来は専用アンプが必要な特殊ドライバーをアナログ回路で動かす。これかなりの変態技術なんだわ。変態？あのドライバーを積みまくるギークな世界ワールドの仲間なの？あはは、惜しい。ギークワールドは R がないから世界じゃなく岡役をやって意味だね。オタクの丘、何もない丘にドライバーだけがニョキニョキ生えてるってこと？あそこも変態構成で有名だけど、その解釈はちょっとシュールすぎるかな。あちらかかつの変態なら、ハルシオンは最新技術の変態といったところでしょうか。どっちにしても普通じゃない情熱が詰まってるってことだね。BA の DEK とか WBFK って何の暗号なの？補聴器や高級機で世界シェア1位を誇るノウルズ社の由緒正しきユニット型番だよ。中域は最新の DEK シリーズを2機、ボーカルに厚みと生々しい質感を与える高級ユニットです。高域は伝説的名機にも積まれた WBFK、繊細でどこまでも伸びる高音を出すための鉄板チョイスだ。ブランドパーツと最新メムズか。贅沢すぎる盛り合わせだね。そこに 10mm のダイナミックドライバーがサブウーファー的な重低音を添えます。まさに技術の全部入りです。見た目はどうなの？高品質なアルミ CNC 加工で、さらに手作業での研磨、機能美っていうのかな？綺麗よ。内部構造も空気の流れを精密に計算して強振を抑える作り、装着感もバシッと決まる。私の耳にも吸い付くように収まり、遮音性も抜群。音漏れの心配もほとんどありません。サウンドチェックの比較モデルは？トライブリッドで高域がプレイナーの 7Hz オーロラと EPG-P50 にしてみた。平面駆動の高域も綺麗だけど、メムズの圧倒的なスピード感、改造感は一味違うね。最新技術とブランドパーツの全部盛り。ではサウンドチェックいきましょう。ボリューム上がります。はい、サウンドチェックでした。実際に聞き比べてみると違いがはっきり出ていましたね。だねー。特にハルシオンはサブベースの沈み込みが深くて重かったね。音調整の基準がハルシオンでも、その重さを明確に感じ取ることができた。オーロラはやっぱりこの辺りの山が音にはっきり出ていましたよね。ブラスやボーカルのこの大域特有の明るさがすごく目立ってたね。その上の帯域は随分小刻みに山谷があって、これがオーロラの特徴ってことだね。そうだね。そこが独特の響きを作ってるんだと思うよ。一方 P50 も中高域にピークがあるけど、オーロラの谷が P50 の山になる感じでかなり性格の違うサウンドでしたね。
P50 のカーブは馴染みやすくて好きだし、多くの方に受け入れられやすい音質だと思ってるよ。イヤーチップの比較ですが、バンドル2種とディバイナスベルベットから試しました。バンドル1と2では内径が違って絞っている2の方がより広域寄りになるね。そしてベルベットがその中間的なバランスに見えるね。その他のイヤーチップはご覧の通りです。大きく3つのグループに分けてみると把握しやすそうですね。右の3つは8キロ過ぎの落ち方が少なめ、シンバル系の響きがより繊細に感じられたよ。真ん中の3つは5から7キロの立ち上がりが速くて、その後の減衰が大きくなってるんだね。そう、これはシンバル系にやや厚みを感じる印象だったわ。左の3つは右に近い傾向で8キロ過ぎの落ち方が中間的なんですね。そうだね。これは優劣ではなく傾向なので、どれで聞いてもハルシオンの良さは感じることができた。じゃあ、ハルシオン実機視聴の印象、言ってみよう。低域は重いのに、他の帯域をそんなに圧迫しない感じじゃない？そうなんだよ。8デシベルのブーストが 200Hz 付近で綺麗に切れてるから、キックのドンというアタックがしっかりしてた。タム系の迫力も文句なし、ベースラインもしっかり終えて、新しい弦で弾いてるような鮮やかさがありました。やっぱり低域がしっかりしてると、全体が安定しますね。そこから上の中域までは案外すっきりした聞こえ方。この辺りから特注された DEK の BA が頑張ってるんだろうね。中高域、ボーカル、メロディー系は絶妙な位置で大きく前に出ることも逆に引くこともない品の良い印象だったよ。3キロ付近の山が小さめで1箇所だからかな。以前ムーンドロップのモデルでよく見たバランスのいいカーブ。ボーカルもバックも両立して聴くにはいいバランスですね。とはいえブラス系の立ち上がりなんかはすごく速いと思ったよ。7キロ付近のピークに向かうカーブはよく見るけど、シンバル系は繊細な感じで少し控えめに感じたかな。そこはイヤーチップ次第だけど WBFK の BA がしっかり支えてるね。この上の帯域を含め繊細に感じたのはやっぱりメムスですかね。それはみんな思ったんじゃない？広域サラサラみたいな感じ。しっかり聞こえて品格があるといった印象でした。今後このメムスが普及するのかしら。リーズナブルな価格のモデルに搭載されるにはコスト面がまだ課題なんだろうね。空間は広く、楽器の表現もリアル、つながりの良さもあってとても自然に音楽に浸ることができたよ。ハルシオンはきっと注目のモデルになるんでしょうね。低域好きな方にも合うだろうし、バランス重視ならちょっと低域を抑えてもいいかもしれない。個人的にはインスト向きな気もしたけど、それはまあ好みだからね。あとさっき言い忘れたけど、結構小ぶりなんで耳への収まりはとてもいいわ。いいモデルって聞いてすぐああこれいいわってわかるんだけど、ハルシオンはそれをあっさりクリアしてた。値段は張るけどこれは買いなモデルなんじゃないかな。はい、ということで QE イヤーズのメムツ搭載トライブリッドモデルハルシオンのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。